皆さんハロー、マサトです。今回もカナダの世界遺産カナディアンロッキーからお届けしていきます。今回紹介するのは、カナディアンロッキーの観光の街ジャスパーで起きた火災の続報です。1本目、1回目の動画というのは7月27日に、アップロードしていて、今回紹介するのはその内容の、アップデート版ということで、今日2024年8月1日時点での、情報というのを、お届けしていこうと思います。で、今回の動画も4つに分けて、お届けしていくんですが、前回同様そもそもジャスパーって何なんですか、どんなとこなんですかっていうことと、その次に、今回の火災についてで、今後の見通し、これからどうなるんだというところと、引き続き、気になるところだと思いますが、観光への影響についてということの、4つに分けてお届けしていこうと思います。ではまず1つ目の、ジャスパーについてなんですが、ジャスパーというのは、今私が撮影しているのはバンフという町なんですけども、バンフから北側に300キロほど離れた町です。人口がだいたい4500人ぐらい、バンフの半分ぐらいの町で、1年間に世界中から250万人の観光客が訪れるといったカナディアンロッキーの観光の拠点の町として有名な町です。でジャスパー国立公園、どういうところが観光見どころかというと、一番有名なのはコロンビア大氷原、コロンビアアイスフィールドと言われる場所で、雪上車観光や、グレイシャースカイウォークっていうアクティビティが、人気の場所です。近くで氷河を見ることができる場所です。であとは、マリンレイクという、バンフを象徴する湖、綺麗な湖があったり、あとはアサバスカ滝、アサバスカフォールズという場所も、ジャスパーの観光名所としては有名な場所です。では続いて、今回の火災について、今の状況をお伝えしていこうと思います。このジャスパーの火災っていうのは日本でも、報道がされていますが、発生したのは7月22日、に落雷によって山火事が発生したと言われています。でどんどん燃え広がっていって、今日時点では町の3分の1の建物が燃えてしまったという報道が、出ています。国立公園のホームページ、とかに行くとどの範囲が燃えたっていうマップなんかも出てるんですが、そのエリア全部が燃えたというよりは、山火事がどこまで、一番遠くでここまで広がったよというのが、今そうですね、公表されている情報です。で、町自体のジャスパーの町自体の火災というのは、もう落ち着いているということなんですが、まだ周辺の森、人が住んでないようなところというのはなかなかやっぱり消火活動の優先度が低いので、まだ完全な鎮圧、鎮火には至っていないという状況だそうです。で、この火災に伴ってジャスパー国立公園そのもの全体が、閉鎖となっています。で、この再開の見込みというか、その国立公園の規制が解除されるのがいつかっていうのはまだわからない状況です。今時点では閉鎖というふうになっていて、ジャスパー国立公園には、コロンビア大氷原という、大きい氷河が見れる場所があるんですけども、そこの規制というのは雪上車観光ですとかスカイウォーク、グレイシャースカイウォークというアクティビティがあるんですけども、そういったアクティビティは8月8日までの運休というのが現時点では、決まっています。はい、では3つ目なんですけども、今後の、この火災による影響の見通しなんですが、まず1つ目、先ほどお伝えしたコロンビア大氷原でのアクティビティ、雪上車観光やグレイシャースカイウォークというのは8月8日まで運休が決定しています。でそれ以降はまだ情報が出ていない、という状況です。ですので8月8日まではアクティビティは運休しているんですけども、そこから先はまだわからないというところです。でもう一つ火災による影響が出ているのはジャスパー国立公園に、バンフからジャスパー国立公園に行くためのアイスフィールドパークウェイという93号線と呼ばれる道路が、国立公園の閉鎖に伴って今通行止めというふうになっています。でこちらの規制解除というのはいつかっていうのは全然出ていません。もしかしたら明日解除されるかもしれませんし、1週間後
1ヶ月後というふうになるかもしれません。まだ全然見通しが立っていないという状況なんですが、2日ぐらい前に国立公園がこの道路規制の解除に向けた、チームを組んで、規制解除に向けた検討を進めているということが発表されました。その時初めてこの道路に関する情報というのが出てきたので、火災は比較的落ち着いている方向なんですが、まだ未定なんですけども、徐々に、その道路のオープンに向けた動きというのは進んでいるのかなという印象です。はい、では4つ目なんですが、この火災によって観光への影響は引き続きどうなんだというところですが、先ほどの今後の見通しでもお伝えした通り、一部ジャスパー国立公園を含む観光、スポットが入っているツアーというのは、影響が出ています。ジャスパー国立公園に入ることができないからです。で、日本語のガイドツアーなんかもあったりしますが、各社の状況を見ていると、これも、火災当初から大きく変わっていません。ジャスパー国立公園のコロンビア大表現を含むツアーはまずは時間通り出発して、バンフ国立公園の中にあるペイトーレイクまでは、とりあえず行ってみようということになっています。でその先もしかしたらツアー出発後に道路規制が解除されるかもしれないので、まずはペイトーレイクギリギリのところまで安全を見ながら行ってみて、その先行けたらコロンビア大表現まで行くし、行けそうになければ大体の観光スポットへご案内していくという対応を引き続きしているようです。でこの火災の影響なんですが、今後どうなるかわからないというのは大前提なんですけども、最近ここ1週間ぐらいずっとちょっと気温が低い状況が続いています。これは火災にとっては非常にいいことなんですけども、今日以降結構気温が高くなっていく予報、25度以上の気温になる予報が出ています。国立公園もこれによってちょっと火災がちょっと広がるかもしれないというリスクがあるので、ジャスパーの街そのものの火災というのは、落ち着いているんですが、まだまだ周辺燃えてます。今日時点で山火事というのはこのアルバータ州だけで110件以上の山火事が起きていると。実はジャスパーの火災だけじゃないんですよ。この、カナダの観光というのは他にもいろんなところで火災が起きていて、どの山火事が今後の観光に影響してくるかというのは分からない状況です。ただ少なくとも今の時点では私がいるこのバンフという町、あと隣町にキャンモアという町がありますが、そこに来ること自体、滞在すること自体は何の安全に関する影響はないと思います。今後ろ見ていただいても分かりますが、山火事の煙もう全くないような状況です。すごく綺麗な湖、綺麗なカナディアンロッキー楽しむことができます。影響が今の時点で出ているのはジャスパー国立公園だけです。レイクルイズやモレンレイクがあるバンフ国立公園、あとはエメラルドレイクやタカカウの滝といった、観光スポットがある養蜂国立公園というところに行くツアーは全く影響が出ていませんので、そのあたり安全面については特に気にされることなく安心して、カナディアンロッキー観光来ていただいて大丈夫だと思います。さあここまで7月22日に発生したジャスパーの町での火災についてお伝えしてきましたが、私がいるこのバンフという町とジャスパーという町、実は300キロも離れています。よく私の SNS のダイレクトメッセージなんかでも質問いただくんですけども、やっぱり近い町だからという認識があると思うんですが、実は300キロも離れている、場所での火災の報道です。でしかも大きな被害が出ているのはジャスパーの町で、ジャスパーの国立公園の美しい絶景スポットというのは実はあまり影響を受けていません。ですのでちょっとそのあたりは、皆さんこの、チャンネル見ていただいている皆様は、出ている情報というのは正確に読み取るように、していただきたいなと思います。ジャスパーカナディアンロッキーというくくりで紹介されますが、全然離れた場所での火災というのがまず、重要な認識の一つだと思いますが、このジャスパーという町、バンフと並んでカナディアンロッキーの観光の拠点となっている町です。今現在でもジャスパーの町住民は全員避難になっていますし、それに関係する人
人たちも2万人近い人が未だに避難を余儀なくされています。今後もこの復旧や復興に向けた道のりというのはかなり長いものになっていくと思います。で、観光に来る皆様、何ができるかというと、まずは正確な情報を皆様自身でもお調べいただくというところだと思います。概要欄にも、火災に関する情報、自分で、情報を仕入れられるリンクなんかも貼っておきますので、ぜひまずは、そちらを、参考にしていただいて、観光に来る際には、こうした現地の、人であったり、現地当局に配慮した行動というのも私たち住民もそうですが、訪れて楽しんでいただく皆様、観光される皆様自身にも重要な取り組みになってくると思います。で、来たら来たで、しっかり、カナディアンロッキー楽しんでいただいて、美味しいものを食べて、綺麗なホテル泊まってということで、しっかり、お金落としていただければ、それも、復興に向けた一つの手助けになると思いますので、ご協力をよろしくお願いします。さあ、それではこのジャスパーに関する情報のアップデート、8月1日版はこれまでにしようと思います。ぜひ参考になれば嬉しいなと思っています。で、このチャンネルではカナダの世界遺産カナディアンロッキーを中心に楽しいことですとかためになる情報というのをお届けしております。今後もこの火災に関する情報アップデートまたあれば、一つのポイントは8月8日になると私は勝手に見ておりますけども、火災に関するアップデートもしていければなと思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いできればと思います。それではまた次の絶景の場所でお会いしましょう。バイバイ。